どうもこんにちは、さとしごごです。ご覧いただきましてありがとうございます。今回も鼻声でスタートしていきたいと思います。いつもはもう少し美しい声なんですけれども、ご容赦ください。それはさておき、今回は嬉しいご縁をいただきまして、日本が世界に誇るクラシックギターの名工、河野ギター製作所にお邪魔しました。今回なぜ河野ギター製作所にお邪魔させていただいたかと言いますとですね、僕も愛用しているギターの一つなんですけれども、河野ギターの若手制作家、そして今本当に人気のある制作家の方なんですけれども、君島壮さんにですね、その君島ギターとして新しいギターを作ってもらうことになりました。ありがとうございます。本当にね、嬉しいお誘いなんですけれども、そんなわけでそのギター作っていただく上で、そのギターに使う、木材だとか、あと工房のね様子を、見学させていただくことになりました。河野ギターブランドといいますとですね、音もやっぱり素晴らしいんですけれども、こう長年弾き続けても壊れにくい、トラブルが起きにくい、そういった面でもすごく評価されているギターブランドなんですね。そういうギターがいかにして作られているか、そのあたりもですね、いろいろと解説していただきましたので、ちょっと長いビデオですけれども、ぜひ最後までお楽しみください。どうぞ。工房にお邪魔する前日に大阪から東京へのんびりした旅が始まりました。お昼ご飯はカレーをいただきました。そして晩ご飯はうなぎをいただきました。うなぎ大好き、カレーも大好き、とんかつも大好きです。そして次の日の朝、早速工房へお邪魔しました。寒い日が続いていましたが、この日から数日間は春を先取りしたような暖かい日が続いて、なんだか幸先のいい、そんな旅の始まりでした。角を曲がると河野ギター製作所に到着しました。君島さんにお出迎えいただきまして、一旦事務所の方にお邪魔します。事務所の中には桜井さんの写真が飾られていると思いきや、ご本人もいらっしゃいました。ご挨拶ができてとても嬉しかったです。ギター談義に花が咲いてますね。楽しそうですね。早速この日のランチを相談する2人ですけれども、美味しいそばか美味しいとんかつか、この2つをお勧めいただきまして、この日はとんかつにしました。僕はこの旅の最中、とんかつを3食いただきました。食べ過ぎました。まずは材料置き場を見学させていただきました。このリフトで上に上がっていきます。ここから先は基本僕は相槌のみになりますので、君島さんの解説をお楽しみください。ここは、ネック材ですね、置いてあります。で、基本うちはもうセドロしかほとんど買ってないです。一応本マホとかも持ってはいるんですけど、同じ金額出して買うんだったら、セドロの方がまっすぐな目のいい材料が手に入るんで。これだけたくさんあるけど、だいたい2、3割は使えずに捨ててしまいますね。そうなんですか。変なシミが入ってたりとか、割れが入ってたりとか。
木材ってその辺が難しくて、削ってみないと出てこないやつとかもあるんですね。なんかエレキギターとかすごくネック材が重要視されてますよね。どうなんですか実際。クラシックギターだったらあんまり関係ないですか？関係なくはないんですけど、重要度のその比率的にはやっぱりトップ、表面板が大多数占めちゃうんで、最初に重要なのが表面板で、次が裏横、で、最後にネック材っていう感じになっちゃいます。ここでは、強制乾燥っていう感じの部屋として使っていて、最低半年この状態でネック材を置くようにしてます。で、湿度で言ったら今 10% 切ってますね。うちの場合、うちのやり方では、その用途に応じて、その乾燥させる部屋を変えたりとか、その設定する湿度のパーセンテージっていうのを変えたりしてます。で、今回のこの用途に関しては、なんでこの部屋をあえて合計で半年置くようにしてるかというと、ネックの中にこうやってその黒炭を入れて、ニカワっていう接着剤でくっつけてるんですけど、ニカワっていうのはその中に大量のその水分が入ってるので、これを入れてからその水分ができて、木が安定するまでの間、強制的にその水分を抜く必要がある。そのための期間として半年間この部屋で強制乾燥させてから使うというルールをうちでは作ってます。あとここに置いてあるその主板材で使う黒炭なんかは、やっぱり重たい木なんで水分が出にくいんですよね。で、さらに黒炭の乾燥がしっかりできてないとすぐにバリが出て、主板、ブレッドの端が痛くなっちゃうんで、これは特に気を使ってこの辺置くようにしてます。すごい、あれですね。やっぱり綺麗に全て整頓されてる。そう言っていただけると嬉しいですけど。だからこの辺のそのネック材に関して難しいところは、実際にギターを作り始める前の段階でこれって用意しとかないといけないんですね。そうすると、例えば630とか、ちょっと変わり者のショートスケールっていうのは、急にそのたくさんオーダーが来ると、ここの在庫が急に全部なくなっちゃったら、それ以上、作れなくなっちゃうんで、今の時代の流れとかそういうのを見ながら、最近はそのショートスケールの方が多いから、少し多めにこうやって貯金しておこうみたいな、ある程度予測しながらやっていかないといけない。早速興味深い話をたくさん聞かせていただきました。ここからは工房の見学となります。ちょっと今日は作業してないですけど、ここが機械室になりますね。見ての通り、年季の入った機械が使えて、かっこいい。古い機械ってその構造がシンプルなんで、ちゃんとメンテナンスしとけば半永久的に持っちゃうんですよね。戦後間もない頃に確か作られたものですね、これに関しては。もともとうちの工房っていうのは池袋にあって、その池袋時代からの、1977年にこちらの狭山に引っ越してきたんですけど、その前からずっと稼働してる機械です。すごい。今ネック材、こちらがそのネック材を作る部屋ですね。大体うちはその一次加工、粗い加工っていうのは機械を使ってスピーディーにガーッとやるんですけど、そこから先のその細かい加工っていうのは一個一個その木の状態を見ながら、手加工、手ガンナとか手ナイフとかペーパーとか使ってきれいに仕上げていきます。
りうちの工房として目指すところっていうのは、同じその精度でも、早く正確にっていうところを目標にやってるので。職人さんたちの技を見せていただいた後、さらに奥へと進みました。材料置き場ですね。まあ、こんな感じで。まあ、ただ積んであるんじゃなくて、一応その日本の四季っていうのを一通り経験させて、湿気てるときは湿気させて、乾燥するときは乾燥させてっていうのを繰り返して、木を動かすみたいな意味合いの部屋です。で、こうやって、その日本の四季を経験させると、悪い材料っていうのが曲がっちゃったりとか割れちゃったりしてくるので、結果的にいい材料だけ選び抜いて、それでギターを作ることができる。で、僕が入社した時に、桜井に言われたのは、ギター作りっていうのは金持ちには絶対なれないからなっていうのを言われました。なんでかっていうと、お金を全部その木に、変えて置いておかないと、っていうか、いいギターを作りたいっていう姿勢があるんだったら、それはやっといた方がいいそうで、さっき言ったような、その、悪い材料っていうのが、こんな感じの材料を言うんですけど、ぐにゃぐにゃですね。そう。シーズニングをしても、こうならない材料となる材料っていうのがあるんですよね。やっぱりこういう材料を炙り出せずに、このままこれ使ってギター作っちゃって、後からこういう癖が出てきちゃったりすると、ギターが確実に壊れちゃうので、そういうのをその選別するっていう意味で、日本の気候っていうのはかなりギター作りには適してる。なるほど。まあ大体こんな感じのセットになってて、で、まあ、裏横材なんで音に関してはね、ほとんど表と比べたら影響は少ないので、純粋にもう見た目で選んじゃってもいいと思います、音に関しては。まあ、ただ、そうだな。一応ちょっと叩いたりなんかして、好みの音を持ってるものがあれば、そういう観点で見てもいいかもしれないですか。はい。正目好きとか板目好きとかってあります？正目好きですね。そうですね。また塗ったらもっと綺麗になるんで、色が濃くなって。シンプルに、これがいいですかね。良さそうですね。まあ、どれもいいです。これが横になるってことですよね。そうですね。
うん。綺麗じゃないですか。色も濃いし。うんうん。どういうポイントを聞いてる感じなんですか？余韻の長さですね。それが長いと、まあ、より響きやすい、サスティーンの長い感じの音になりますね。この材で作ってもらいます。美しい。せっかくなんで、大さんのサイン、この木に書いてもらって。